皆さん、今話題になっている AI のクロードを使ってスケッチアップのモデルを自動で作成できるのをご存知でしょうか？今回の動画ではまだ AI を使ったことがないという方にもわかりやすく、初期設定の方法と今日から実務で使える活用方法をご紹介します。こちらが今回クロードが作成したモデルです。いろいろ試してみたところ、シンプルな形状を正しい寸法で規則的に配置するのが得意なようです。有機的で写実的なモデルはちょっと苦手なようですね。オフィスのレイアウトや建築の構造、座席の配置などに役立ちそうですね。では、早速実践していきましょう。まずはクロードを開いてアカウントを作成します。メールアドレスで作成するか、Google アカウントを使うこともできます。プランの選択です。まずは無料から試してみるのが良いでしょう。デスクトップ版ではなくて、ウェブ版で進めていきましょう。アカウントが作成できました。次に、スケッチアップの接続を行います。左側のカスタマイズから、コネクターを選択します。右側の検索マークをクリックします。検索窓に文字を入力すると、コネクタ参照のボタンが出てくるので、それをクリックします。ここで、スケッチアップと検索します。一覧からスケッチアップが検索表示されるので、それをクリックします。スケッチアップのログイン画面が表示されるので、手順に従ってログインします。これでスケッチアップとの接続が完了しました。続いて、クロードのアクセス権限を設定します。スムーズに作業を進めるために、すべての権限を許可しました。これで設定が完了です。では早速始めていきましょう。まずはじめに指定した寸法の箱を作ってみます。できました。ダウンロードボタンからリンクを開くとダウンロードできます。正確にできていると思います。では、より実践的なものを試してみましょう。10階建てのオフィスビルの床と柱を作ってみます。柱のスパンと階高を簡単に指定します。できましたね。床のスラブをもう少し外に張り出した形状にしたいので、スラブを外周の柱よりも外にオフセットさせて、と追加の指示を出しました。できましたね。では、ファイルの中身を見てみましょう。とても綺麗なモデリングです。寸法も指定通りになっていますね。細かく指示を出していない梁も違和感がないサイズでしっかり柱についています。適切に階ごとにグループ化されていて、共通の部材はうまくコンポーネント化されています。さらに指示を出していくことで、ガラスのファサードを追加することもできます。法令などを調べてもらって、一般的に必要となるコアやエレベーターのスペースをブロックとして配置することもできます。ベテランの設計者のアドバイスをもらうように、AI がサポートしてモデリングに落とし込んでくれるイメージです。次はシアターの座席配置を試してみます。必要な通路幅や座席間隔など関連する設計情報を調べてもらい、それに従って必要な座席数を配置してもらうことができます。正しい寸法でできています。一部不完全なところがありましたが、椅子がコンポーネント化されているので簡単に修正ができました。グループごとの配置変更も簡単です。面倒な作業が随分と楽になりましたね。この要領でオブジェクトを配置したり、いろいろな活用方法がありそうです。こちらはオフィスで使われる家具のリストとそのサイズを調べてもらい、モデリングするところまですべてやってもらいました。クロードの作業を待っている間に、ジェミニを使って
別のレンダリングをしたり、コーヒーを飲んで一休みしても良さそうです。この動画が役に立ったと思う方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回も今日から実務で使えるテクニックを紹介していきます。